こんにちは、マダムサライです。いつもご視聴くださりありがとうございます。さて、今回はメルセデス・ベンツ W201、いわゆる190シリーズを深掘り解説していこうと思います。通称ベビーベンツの愛称で親しまれている W201、ドイツ本国では近年ますます人気が高まっており、一昨年の2022年にはメルセデス・ベンツでも生誕40周年を記念してベビーベンツサクセスストーリーと題する特集を組むほどの盛り上がりを見せているんですね。さて、このベビーベンツ W201、このモデルはメルセデス史上いくつも記録を打ち立てた車として知られています。一つ目は総生産台数が180万台オーバーであること。二つ目は研究開発費が23億ドイツマルクということ。これは現在の日本円に換算するとなんと約7000億円を超える金額となりますが、現代の車の開発費は約1000億円程度と言われていますので、この開発費の凄さがお分かりいただけるのではないでしょうか。もっとも最新型 EQC は開発費が1兆円を超えているそうなんですけれど、当時としてはまさに破格の開発費でした。まさにダイムラーの一新をかけたプロジェクト、それが W201 シリーズなんです。それではメルセデス・ベンツ W201 深掘り解説スタートです。それでは解説を始めますが、まずは190という名称です。これは開発当時、今のようなクラス分けがされていないので、排気量をモデル名にするのが通例でした。しかし、すでに W123 で200が使われていたので、正規の排気量である 1997cc から命名して190になったというわけなんです。ところがこの190という社名、実はもうすでに使われていたんです。それが W121 メルセデス・ベンツ190というモデルです。フラッシュサイドなボディ形状からポートンの名称で親しまれた190なのですが、ではなぜ W123 ではダメで W121 では OK だったのでしょうか。簡単に申しますと、メルセデス初となるコンパクトセダンの W201 の成功は全くの未知数でした。そこでエンジニアはポートンの大ヒットにあやかりたいと、あえて190を命名したそうなんです。理数系の方が縁起を担いだという逸話なんですが、膨大な開発費を使っていたのですから、心中穏やかではなかったのではないでしょうか。ちょっと前置きが長くなりましたが、その生い立ちと開発経緯などをナレーターのスーちゃんに解説してもらいますね。了解です、マダム。それでは W201 の解説を進めさせていただきます。 W201 は初のミッドレンジメルセデス・ベンツであり、 C クラスの前身となるモデルとなります。その開発は主に北米市場で高い販売台数を達成した BMW3 シリーズと競合することを目的としていました。このミッドレンジクラス以下のメルセデスモデルを作成する最初の試みは、エンジニア出身の取締役ハンス・シェレンベルクの指揮のもと、1974年に基礎研究が開始され、1976年、本格的な設計の検討に入ります。それは、たとえコンパクトクラスといえど、運転性能、安全性、そしてそれに対応するメルセデス・ベンツの特性に関して妥協することはないという、最善か無かの哲学が根底にあるのは言うまでもありません。そして2年後の1978年10月、W201 プロジェクトは取締役会で正式承認され、異例の速さで開発がスタートします。最初のプロトタイプは1980年の初めにテストされ、パイロット生産は約2年後の1982年2月に始まりました。同年12月8日に報道陣に発表され、
翌9日に発売されました。まさに分刻みのスケジュールですね。デザインはチーフデザイナーブルーノ・サッコのリーダーシップの下で進められましたが、後のチーフデザイナーに抜擢されるピーター・ファイファーの影響を大きく受けています。この流線形で装飾のないボディは、従来とは一線を画した新しいスタイルを表現していますが、当時のメルセデス・ベンツサルーンの中で最高の空気抵抗係数 CD 値 0.34 を実現しています。天才デザイナーブルーノ・サッコ氏の一番弟子と称されるファイファーさんの言葉、ベビーベンツであってもメルセデス・ベンツのように見えなければならないが、縮小された S クラスのように見えてはいけません。やはり非凡な方は言うことが違います。凡人の私には到底この言葉通りのデザインできるわけがありませんが、天才の弟子は天才ということなんでしょうね。それともう一つ、デザインのことで言わなければならないのがそのボディカラーの多さです。10年間の製造期間を通じてなんと51色のペイントが用意され、10種類の室内装飾や革の色と組み合わせることができました。この他にも特別仕様のカラーもあったそうですが、もちろんこれはメルセデス史上初となる試みです。それではテクノロジーなどの解説をすーちゃんよろしく。革新的なテクノロジーでまず最初に挙げなければならないのが、メルセデス初となるマルチリンクリアアクスルが挙げられます。これは空間内で正確に定義された5本のタイロットが各後輪を個別にガイドするため、その名前が付けられています。この効果は絶大で、ホイールの不要なステアリング動作が回避され、非常にバランスの取れたハンドリングが保証されることになりました。また、ボディ構造に関しては、ルーフレールが外側を向いているルーフ構造をはじめとし、高強度の板金で作られたフォークキャリア構造が初めて導入され、アクティブおよびパッシブの乗員の安全性を確保していることなどが挙げられます。なお、この W201 の重量は W123 に比べて約 280kg も大幅に軽量化され、通常モデルではわずか 1080kg になります。そしてエンジンバリエーションなのですが、当初は2リッターの M102 エンジンを搭載。これはキャブレター仕様90馬力とインジェクション仕様122馬力の2つのタイプが用意されました。また、1983年にはディーゼル仕様の 190D が登場しますが、これには新開発された吸音エンジンカプセル化を備えたウィスパーディーゼル OM601 が搭載されています。その後、エンジンの範囲は継続的に拡大され、6気筒 M103 エンジンなども追加されていきますが、やはり W201 のエンジンを語る上で欠かせないのが、ツインカムヘッドを備えた M102 エンジンではないでしょうか。これは当初 2.3 リッター170馬力からスタートし、その後 2.5 リッター204馬力に置き換えられますが、耐久性を含めた数々のコースレコードを塗り替え、またレースでの活躍などメルセデス史上最も優秀な4気筒エンジンの一つと称されています。これは打足となりますが、ダイムラーベンツでは W201 を生産するにあたってブレーメン工場を新設しましたが、これは当時世界で最も近代的な自動車生産施設と考えられていました。例えば、車軸は業界で初めて自動的に取り付けられるなど省力化も図られました。なお、ダイムラーはこの工場建設に対し約14億マルクという巨額な投資をしており、これは同社の歴史の中で単一投資としては最も最大規模となっています。はい、簡単ではございましたが W201 のテクノロジー解説でした。そして最後になりますが、この W201 を語る上で決して省くことのできないお話があります。それが世界最速の自動車サーキットで知られているナルドサーキットでのコースレコード樹立とモータースポーツでの活躍です。ナルドでは平均時速250キロで8日間5万キロを走り続け、2つの世界記録と9つの
クラス記録を樹立しました。しかも3台同時に走り続けゴールしています。すごいですよね。皆さんよくご存知のルマンでさえ24時間、こちらは201時間39分ですから、桁違いの過酷なテストだったとお分かりいただけると思います。なんでもドライバー交代の際に燃料補給と窓ガラスの掃除、1万7000キロごとに5分間のピットストップが許されているそうですが、その5分間でオイル交換、タイヤ交換、プラグ交換などを実施したそうです。時にはキツネと衝突して足回りを損傷したそうですが、なんとか走り切ったそうですよ。これは記録もさることながら、ベビーベンツの4バルブエンジンの極端な距離における信頼性の証拠を世界に知らしめました。そしてこの記録的なドライブから約4週間後、ダイムラーはフランクフルト国際モーターショーで 190E2.316 を初めて一般公開しました。これで売れないわけがございません。さらにはこの W201 を持ってレースに復帰します。1988年、メルセデス・ベンツはモータースポーツへの復帰を決定し、1991年からはメルセデス・ベンツ・モータースポーツの新しい責任者であるノルベルト・ハウグが AMG で 190E2.5 エボ2のレース開発を担当します。1992年、このエボ2によるドイツツーリングカー選手権 DTM での活躍は実に華々しいものでした。24レース中16勝し、最終戦では1位から3位までの表彰台を独占するという快挙を成し遂げています。その後も快進撃し続け、現在までのところ DTM シーズンでより多くの勝利、より多くのポイント、より多くのファステストラップをリードした車はありません。はい、いかがでしたでしょうか。 W201-190 シリーズの深掘り解説でした。2回行われたモフ、いわゆるフェイスリフトのことなど、まだまだ言い足りない部分はございますが、機会があればまた取り上げてみたいと思います。長らくご視聴くださり誠にありがとうございました。この動画が参考になったと思われた方、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、そしてベルマークで応援していただけると励みになります。コメントも楽しみにしておりますので、お気軽にお書きください。それではまたお会いしましょう。さようなら。